はい、切りましたね。はい、こんにちは、パピーガインです。今回はですね、ライセンスのね、取得をちょっとやっていきたいと思います。ライセンスの取得、認証なんですけれども、これは今まで航空機のね、固定翼機の方、次回はね、このジェットエンジン投機やるんですけども、その前に回転翼機の方のフック許可、これをやっていきたいと思います。で、フック許可はですね、かなり難しいです。おそらくなんですけども、このフライトコントローラーがないと、あとね、フットペダル、ヘリコプターだと、アンチトルクペダルっていうらしいんですけども、それがないとね、多分難しいんじゃないかなと思います。で、一応コツみたいなものもありますので、そこを含めてね、今回は解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、フック許可はね、こんな感じで、ある地点からある地点に、そのものをね、吊り上げて運ぶと。このカーゴって書いてあるところから投下エリア。落とすんじゃなくてね、着地させるんだけれども、ここに物を運ぶっていう訓練になります。はい、行ってみましょう。開始して、ちょっと一回止めて。この試験に合格すれば、あなたは機長として貨物輸送業務をで、この EFB はね、ここにスイッチがあって、このスイッチをクリックすると消えますので、最初に消しておきましょう。指示された座標に従って回収場所まで飛行してください。でですね、注意点は2つあります。で、1つは自転してしまうんですよね。例えばこうコレクティブを上げていくと、ちょっと左にね自転してしまう、こう回転してしまう傾向があって、これが物を釣るとね、より強くなります。なのでその辺、右のフットペダルの右をして、回転を抑えると、釣り上げるときですね、そういうのがありますんで、これはね、フットペダルがないとかなり難しい操作になります。貨物エリアから30フィート上空に到達したらホバリングに移動します。この自転してしまうっていうのがね、もしかしたらアシスト機能がオフになってるかもしれないんですけども、この訓練ではね、常にこうアシスト機能をオフにするようなので、その辺もね、注意が必要なんですね。ちょっとずつ降りてきますね。で、この位置関係はね、2つ目のポイントなんですけども、日光に対して直角方向に向きを決めて、で、影を見ることで、その奥行き側の位置をね、見ることができます。はい、切りましたね。で、しばらくここでホバリングしないといけないんですよね。はい、これで、フックが引っかかった状態になりましたので、吊り上げていきます。吊り上げるときに、左に回転しようとするんですよね。なので、右のフットペダルを押し気味にします。そして、力が勝った状態ではね、右に向くようにしていきます。荷物の引き渡しの時間です。回収クルーが天文台で待機しています。で、コレクティブを下げると、力を弱めるとね、右に回転しようとするのかな。この辺を意識しながら、フットペダル、アンチトルクペダルをコントロールしていかないといけないみたいですね。あららららららなかなかこの回転がね、回転を制御するのが難しい。で、多分ね、荷物がね、ゆらゆら揺れてると思うんですよね。で、それも多分回転してしまう原因になってると思います。ちょっとここでエクスターナルカメラに切り替えて、おー、で近づいていくんですけれども、日光のね向きと直角に向くようにします。そうすると影で奥行きの位置が分かるので非常に操作しやすいですね。で、左右の位置は直接見るんですけども、もうちょっと向こう側なんだよ。
で左にずれてセンターを合わせて、影の位置が見えないということはだいぶ高い位置にいるのかな。今影は映んないな。もうちょっと下に下がんないとダメですね。あ、映ってきましたね。日光がだいぶ、低い位置に、太陽が低い位置にあるので、なかなか映り込まないですね。もうちょっと向こう側でもいいかな。下がっていってるのかどうかは分かんないですよね。ちょっとコックピットの景色が見えないんで、垂直速度が分かんないんですけども、少しずつコレクティブを落としていって、急に降りないでほしい。もうちょっと向こう側ですね。あれかな。なんで左に。難しいですね。上下運動を加えると右に回ったり左に回ったりするんですけども、それをうまく制御してやらないといけないんですよね。それがかなり難しいです。あとはその落下位置っていうかセンターの位置がねどこかっていうのが上昇する。はい、そしたら湖に飛んでいきます。これね、湖に着陸する感じでちょっと降下しながらね飛んでいくのがいいみたいですね。上の方を飛んじゃうと終了しない、あそこのフラグの位置を取りすぎても感知してくれないんで、ちょっと下降しながら降下しながら、飛んでいきます。近づいていきます。実際には、はい、ここに着陸するんですけどね。また貨物輸送ミッションに参加するのを楽しみにしています。はい、ということで、結構ね緊張する感じなんですよね。で何回かやらないとやっぱりうまく真ん中に落とすとかそういうのが難しいんですけども、ポイントとしてはね、その回転を制御する癖をつけるっていうか、それに慣れることと、あとはその降下位置、自分の荷物の位置をね測るには日光に対して直角に向くようにして、その影の位置でね奥行きについては判断するというのがいいと思います。はい、ということでこれができると何ができるようになるかというと、実際のねミッションの方を見てみますけれども、ミッションの中でこれなんですよね。この油田の建設出荷みたいなのができるみたいです。はい、これ実際やってみてね、どうかっていうのは測るんですけども、このミッション自体はなかなか少ないと思うんで、それでなおかつねそんなに稼げるわけじゃないということなんで、なんかポイントがあればねまた説明解説を作っていきたいと思います。ということで今回ね特別にこのストリームデッキの、宣伝っていうかその紹介しなかったんですけども、ストリームデッキはねいろいろ種類があってフライトシミュレーターとの親和性がいいと思います。ここに特定のキーボードを割り付けることができるので、あらかじめねキーボードじゃないと操作できない部分はここに割り付けておいて、どれを押せばいいかっていうのを覚えておくといいと思うんですね。で、私の場合はここにエンジンの始動、ここにコマンドパネルのオンオフ、あとシミュレートをねここに割り付けてます。ここにリターンキーですね。これは E キーが何かの理由で割り付けて、であとオフはここに割り付けています。でオフをページを切り替えて割り付けている理由は、間違ってねエンジンオフのボタンを押しちゃうことがあったんですよね。でそれは非常に危険なんで、ページを変えてこっち側に割り付けるようにしてます。はい、皆さんもねぜひストリームデッキの使用を検討してみてください。はい、このストリームデッキのいろんな使い方は別な動画で紹介されていると思うので、そちらを参考いただければと思います。あとトラストマスターのフライトスティック HOTAS1 っていうらしいんですけども、これもねないとヘリコプターの操縦は非常に難しいです。今回やった空空許可の、免許はね多分これがないと取れないと思いますんで、ぜひそれも皆さん一回検討されてはいかがかなと思います。ただこれはですね Xbox 用なんで、 PS5 で遊んでいる皆さんは PS5 用を購入するように気をつけてください。ちょっとボタンの配置とかね違うだけで、ほぼこの形は同じです。ぜひ検討していただければなと思います。そしてこのフライトコントローラーは別売りでねフットペダルが売ってますんで、それも合わせて購入した方がいいと思います。はい、ということで今回はフック許可のねライセンス取得をやっていきました。今後もこのような解説動画をどんどん作っていって、ライセンスのね全般に関する解説動画もぜひ作っていきたいと思います。引き続きこの動画を見ていきたいと思った方は、参考にしたいと思った方はぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。それではグッデイ。
Papadani VR 614, leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.